よくテレビとかで1ヶ月間20キロとか短期間ですっごく痩せた方いるじゃないですか。リバウンドしてしまう人も結構いますよね。そもそもそのダイエットのやり方は自分の体にとって楽じゃないから拒絶しているんですよね。体はボロボロになります。皆さんこんにちは、Z です。本日の動画は単刀直入、私なりのダイエット方法を教えます。僕は今年の4月から今日6月末まで約2ヶ月間73キロから今の68キロまで痩せてきました。決して激しい運動はしていません。無理なダイエットもしていないです。むしろ好きなものじゃんじゃん食べていましたね。本日の動画の以下のポイントを押さえていただければ誰でも簡単にぐんと体重を落とせることができますので、ぜひ最後まで見てみてください。まずはマインドセットからいきます。ポイント1、自分にとって楽な方法じゃないとダメです。よくテレビとかで1ヶ月間20キロとか短期間ですっごく痩せた方いるじゃないですか。その時はめちゃくちゃ運動していて、かつダイエットをして、確かに短時間で良いスタイルになってすごいなぁと思うんですが、リバウンドしてしまう人も結構いますよね。しかもそのリバウンドはダイエットする前の体重より増えてたりするんですよね。そもそもそのダイエットのやり方は自分の体にとって楽じゃないから、体が拒絶しているんですよね。人の体って現状を保つ傾向があります。今の体重で今の生活を平穏で送られているのであれば、体的には体重の変動はあんまり好ましくないんです。なので、いきなり激しい体重の落とし方をしてしまうと、体は本能的に拒絶するんですよね。そんな激しい運動をして、かつダイエットでまともな栄養を取れていなかったら、体はボロボロになります。なので、体重を徐々に落とさせることによってダイエットの効果も持続することをマインドセットとして持っていてください。一般的には1ヶ月で体の 5% 以内の減量が理想的だと言われています。例えば今体重が60キロの場合、1ヶ月に3キロの減量は理想的だと言われます。ポイント2、口に入れるものは全て記録する。これはカロリー制限の意味をしています。いやいやいや、それは言われなくてもわかるよという方がいらっしゃるかと思いますが、私が言っている意味合いと少し違うかと思います。これのポイントは計画的にカロリーを摂取することです。1日に限った話ではないです。例えば30歳から40歳程度の体重の70キロの男性の1日の基礎代謝は1680キロカロリーだとしましょう。そしたら1週間では1万1760キロカロリー。運動とかが特にしていないのであれば、それがあなたの1週間の摂取して良いカロリーです。それに基づいて何を食べたかを記録していきましょう。何を食べてもいいんです。なので好きなものも食べましょう。ただし、なるべく正確に記録しないといけないです。そしてその制限を守らないといけないです。例えば1週間最初の4日がめっちゃくちゃ大食いして今週分のカロリー全部食べてしまいますと、極端の話、残りの3日は水以外何も食べなければ今週もうまく痩せていきます。1日のカロリー制限をかけてしまいますと期間が短すぎるので、今日少しオーバーしても良いでしょうと思って食べてしまって、翌日も同じくまあ今日は少しぐらい超えても大丈夫でしょうと思って食べてしまったら、ダイエットの効果はなかなか見られないんです。そして持続もできなくなります。必ず1週間という枠じゃなくてもいいんですが、長い期間のカロリー摂取を考えていきましょう。ちなみに僕がよく使っているカロリー記録のアプリは MyFitnessPal っていうアプリで、コンビニなどで買ったものはバーコードを読み取ることによって直接記録できますので、すっごく便利です。おすすめします。ポイント3つ目、1日中のファスティング時間を設定しましょう。まあ正直さっき話していたポイント2をうまくできてしまえばこれを見なくてもいいです。ただ今回はなるべく楽にして痩せていく方法を紹介していますので、あえてこちらで話します。なぜ皆さんにファスティング時間を設定してほしいかと言いますと、体の臓器を休ませる時間が欲しいんです。別にポイント2のカロリー制限の計画通りをやってくれたら痩せるっちゃ痩せます。例えば1日中10回の間食も入れたり、昼間何も食べずに夜中だけ一気に食べるとか、カロリー制限があれば体重は減らせます。ただしそれって本当に健康なダイエット法かというと
ちょっと微妙ですね。なぜかと言いますと、間食をたくさん入れる場合、血糖値がいちいち不安定です。よって膵臓が一日中バリバリ働かないといけなくなります。また、夜中にご飯を食べてしまいますと、寝ている時にも胃腸が働かないといけなくなります。せっかくの睡眠時間なのに、翌日起きたら体の疲れがあまり取れてないとかっていうことがあります。ちなみに僕がおすすめしているファスティング時間は夜の18時から翌日の10時、16時間のファスティング時間です。もしファスティングが初めての方であれば、その期間を短くしても大丈夫です。ただ、夜は極力食べない方がおすすめです。はい、本日の動画は以上となります。いかがでしたのでしょうか？僕もまだまだダイエットを続けていきますので、皆さんと一緒に頑張っていけたらいいなと思います。もしよかったらチャンネル登録と高評価をお待ちしております。では、また次回の動画でお会いしましょう。